通勤通学中の皆様おはようございます。プクタの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、ディズニーからの話題になります。今回ですね、なんと、かねてからね、様々な噂が飛び交っておりました。塔の上のラプンツェルのラプンツェルとフリンライダー役のキャスティングが正式に発表されました。これ噂じゃありませんよ。風刺記事でもありません。ディズニーから正式に発表になったんですね。で、この塔の上のラプンツェルといえばですね、白雪姫の大失敗を受けて、プロジェクトがね、棚上げされていたというんですが、実際ですね、これが再開しまして、ラプンツェル役が発表されますと、なんと皆さんこれが白人だったんですね。そして現在ね、大ヒット上映中となっております、ズートピア2ですが、これもですね、現在その興行収入爆発しているということで、どうやらですね、ハリウッド史上最大ヒットのアニメになりそうです。本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、すごい並びですね。この二人に挟まれて、ラプンツェルもこの顔になりますよね。はみたいな。すごい二人に挟まれておりますが、今回ですね、なんと、塔の上のラプンツェルのね、ラプンツェルとフリンライダー、このキャスティングが正式にディズニーから発表になりました。これまでね、様々な噂がありましたよ。一時はね、このラプンツェル、Q ちゃんになるんじゃないかなんて話もありましたが、今回ね、これが正式に発表になりました。そしてディズニーといえばですね、現在ね、公開中となっております、ズートピア2も、これね、とんでもないヒットとなっているようなので、今日はね、この2本まとめて見ていければなと思っております。そしてですね、皆さん、新年に入りました。ぜひこの機会にチャンネル登録と、そしてグッドボタンの方よろしくお願いします。ぜひこの機会にね、チャンネル登録できてるかどうか確認いただければと思いますが、ハイプなんかもしていただけると嬉しいです。ティーガン・クロフトとマイロ・マンハイムがディズニーの実写版タンゴルドで主演に決定。ということでこちらね、以前も見ましたが、このね、タンゴルド、これはね、もつれるとか絡まるという意味になるんですが、これが塔の上のラプンツェルの現代です。塔の上のラプンツェルというのは日本で付けた邦題なんですね。で、ちょっとね、この件について本日のキーワード代わりに少し見ていきますが、大体ね、どうでしょう。2010年前後ですかね。この何々の何々みたいなタイトルになりましたよね。これ日本にはね、何々のと入れるとヒットするというジンクスがありまして、これね、の法則というんですが、こちらね、実際これウィキペディアもあるんですよ。の法則は、宮崎駿の監督した映画に関する法則。宮崎駿が監督した映画作品について、そのタイトルの共通点を指摘した法則である。日本テレビ放送網の映画プロデューサーとして、スタジオジブリ作品で制作担当などを務めた奥田誠二が提唱した。宮崎駿監督作品のタイトルには、の文字が入っていることが多く、これがヒットの秘訣であるという。これがね、非常に有名なの法則と言われるものですが、ディズニーもね、以前は普通に現代通りつけていたんですよね。例えばリロ&スティッチもそうでしょ。ライオンキングもそうじゃないですか。リトル・マーメイドとか、あと美女と野獣もそうですよね。なんですが、すっかり変わったのがね、やっぱりこれですよね。カール G さんの空飛ぶ家。これ現代ね、アップと言います。これが2009年ですかね。そしてこれですよ、今回の本題になりますが、塔の上のラプンツェルと、これね、現代は単語で。つまり、もつれる、絡まる。この過去分詞形ですね。なんですが、邦題は塔の上のラプンツェルと。これがね、2010年。そしてこちらですね、決定だとなりました。アナと雪の女王。これが2013年ですから、大体2010年前後。こういったタイトルになってきたというわけですね。なので、このあたりの作品は、現代を聞いてもね、全く何の映画かわからないということになるんじゃないかなと思います。あと、近いところで言うと、エンカントもそうですよね。これがね、ミラベルと魔法だらけの家になりました。ちなみにね、この法則に習ってないところで言うと、ウィッシュってあったでしょ。これ大爆死してますね。なんかちょっとこれ、本当っぽい。ウィッシュダメだったと。ただ一方でね、エリオってあったでしょ。あれもね、現代エリオですが、邦題は星つなぎのエリオになりました。でも日本でもダメでしたもんね。エリオに関しては、の法則をもってしてもダメだったと。非常に強敵だったということですね。ということで、こちらね、タンゴルだ。というのは、塔の上のラプンツェルのことになります。新進気鋭の俳優、ティーガン・クロフトとマイロ・マンハイムは、アカデミー賞ノミネート歴のある2010年のアニメ映画を原作とするディズニーの実写版塔の上のラプンツェルで主演を務めることが決まったとデッドラインが確認した。これね、噂じゃありません。正式にディズニーから発表になりました。これで確定ですね。二人はそれぞれラプンツェルと塔に閉じ込められた王女の脱出を手助けする盗賊、フリンライダーを演じる。これらの役は、オリジナル版ではマンディ・ムーアとザッカリー・リーバイが演じていた。
なお、スカーレット・ヨハンソンは悪役マザー・ゴーデル役を最近検討していたものの、すでにプロジェクトを離れており、この役は現在も空席となっている。ということで、これはね、以前お伝えした部分ですね。このマザー・ゴーデル役、スカーレット・ヨハンソンになるんじゃないかという話があったんですが、こちらですね、つい先月です。ハリウッドレポーターがね、独占記事を出しておりまして、もう一つの大きな役どころは、永遠の若さを保つために、ラプンツェルの魔法の髪を利用し、彼女を塔に閉じ込めている魔女の母、マザー・ゴーデルだ。スカーレット・ヨハンソンがこの役を演じる予定だったが、現在はそうではない。ヨハンソンは来年、つまり今年ですね、エクソシストのリブート作品と、ザ・バットマンパート2の撮影に入る予定となっている。ということで、先月ですね、去年のね、10月にこの噂が出ていました。マザー・ゴーデルはスカーレット・ヨハンソンがやるんじゃないかと言われていたんですね。で、どうやらこの話ね、本当だったようで、確かにね、その予定があったんだけども、スカーレット・ヨハンソンは降板したようですね。だから今後はマザー・ゴーデル役誰になるのか、ここが注目されていくんじゃないかなと思います。で、この時にですね、ハリウッドリポーターが報じていたのは、この4人が、このラプンツェル役のね、オーディションを受けていると。こういうことだったんですね。で、結果的にはですね、この情報、おそらく本当だったんじゃないかなと思いますが、どうですか皆さん、こうやって見て。この4人の中の1人が選ばれました。誰だと思いますか皆さん。今回抜擢されましたのは、この人ですね。この写真では一番大人っぽいんじゃないかと思いますが、他の写真だとね、だいぶ印象違いますけどね。この女優さんが今回主役のラプンツェル役に選ばれました。こちらがね、ティーガン・クロフトです。ティーガン・クロフトはオーストラリアの女優。DC ユニバース HBO Max のスーパーヒーロードラマシリーズタイタンズでホワイトレイブンを演じ、2016年の SF 映画オシリス・チャイルドではタイトルロールを務めた。ということでね、こちらにもありますが、現在ね、21歳のオーストラリアの女優さんなんですね。で、まだまだですね、こちらね、見ていただくとわかりますが、これからの女優さんなので、ここにね、もうすでに入っておりますが、このラプンツェル役もね、ほんと大抜擢になるということですよね。そしてこちら、フリンライダー役ですね。マイロ・ジェイコブ・マンハイムは、アメリカの俳優。ディズニーのテレビ映画シリーズ、ゾンビーズで Z 役を演じたことで最もよく知られている。ということでね、こちら現在ね、24歳のアメリカの俳優さんということで、こちらにありますね。このね、ゾンビーズで一番知られている役者さんだと。こちらですね、ゾンビーズ。まさにここにありますが、ここにね、いますね。これがマイロ・マンハイムと。で、このプロジェクトといえばね、これですよ、ハリウッドリポーター。去年の4月にやっぱり独占記事を出しているんですね。ディズニーの実写版、塔の上のラプンツェルの制作が一時中止に。スタジオ関係者によると、2010年のアニメ映画を実写化するディズニーの塔の上のラプンツェルは制作が一時中止されたという。そしてその原因はもちろんあれなんですね。この一時中止はディズニーの最新の実写リメイク作品、白雪姫が期待外れの成績に終わった直後に起きたものだ。同作は制作費2億7000万ドルに対し、北米興行収入は6900万ドル、世界興行収入は1億4500万ドルにとどまっている。白雪姫はキャスティングやクリエイティブ上の判断をめぐる物議のある見出しが当初から続き、さらに主演のレイチェル・ゼグラーによる SNS 投稿によってプロモーション中も論争に見舞われた。批評家からの評価も観客からの評価も思わしくなく、観客評価の指標となっているシネマスコアでは B プラスを記録している。で、ここにね、A 評価以外は不満とみなされると、このように書いてますね。レビュー集計サイトメタクリティックでのスコアも現在 50% にとどまっている。ということでね、このラプンツェルというのは、おそらくね、白雪姫の大失敗を受けまして、制作がね、一時棚上げされたんだろうと。このような話が出ていたんですね。で、おそらくこれは本当でしょうね。で、その後もね、様々なキャスティングの噂というのが出ていたんですが、結果的にはね、このようなキャスティングになりまして、ちょっとね、いろいろ勘ぐってしまう部分はありますよね、正直。というのも、白雪姫はね、白雪姫役の最終選考に残った2人が、2人ともラテン系だったというのが、その落っこった女優さんの方からね、暴露されておりますので、あれはもう最初から白雪姫をラテン系にするというプロジェクトだったわけでしょ。で、その前がリトル・マーメイドですよ。劇中にね、あれだけ多様な姉妹を出してるにもかかわらず、あれができるんだったら、ハリー・ベイリーのマーメイドは別枠のスピンオフにできたわけでしょ。でもあれをあえてアリエルにした。そういうことだったわけでしょ。だからこの2本を経て、ラプンツェルね、一時棚上げになりましたが、最終的にはね、白人になったというのは、何かを感じさせるものはありますよね、やっぱり。ですので今後ね、そのマザー・ゴーデルのキャスティングがどうなっていくのか、ここを注目しておくと面白いかもしれませんね。ゾンビーズから王族へ、これは素晴らしいですね。うわぁ、タイタンズのレイブン、大好きだった。マンディ・ムーアがいない。気持ちはわかりますけどね、僕らも好きなんで、素晴らしいキャスティングチョイスです。これはディズニーお得意の典型的なおとり作戦です。彼がラプンツェルを演じ、彼女がフリンライダーを演じます。というね、もうディズニーやられすぎてね、PTSD を患っている方いらっしゃいますが、きっと男女が役になるなど、ディズニー大丈夫？この俳優たち、役にちゃんとハマって見えるんだけど。
ということでね、この2人がハマって見えるんで驚いてる人がいるというのと、あとね、そもそも実写化しなくていいよという方は結構いるようですね、やっぱり。さあ、そしてですね、お次はこちら、ズートピア2ですよ。皆さん、ご覧になりましたかね、プクタもこれ見ましたよ。これがですね、現在、特大のヒットをかましてるということで、すごいことになってますね。で、まずね、こちら去年のね、大晦日に出たバラエティからの記事になります。ズートピア2が興行収入14億6000万ドルを記録し、アナと雪の女王2を抜いて、ディズニー史上最高興行収入のアニメ映画となった。ということで、まず出たのがこちらだったんですね。興行収入が14億6000万ドルになり、ディズニー史上のアニメ映画としての最高興行収入ですよと。でもね、このズートピア2、これで終わらなかったんですね。年明けどうなったのか。ズートピア2が中国で巻き返しを見せ、元旦の興行成績でアバターを逆転する番狂わせを起こした。中国の元日、ディズニー作品同士による驚きの興行対決が繰り広げられ、ズートピア2がアバターを抜き去った。公開から32日目を迎えたズートピア2は、中国で再び興行ランキング1位に返り咲き、公開からまだ2週間のアバターを追い抜いた。ということでですね、このね、ズートピア2、現在ですね、中国で絶好調となっておりまして、これによりこの興行収入が爆発していると。こういうことだったんですね。ちなみにね、日本ではこのようになっておりまして、映画興行成績ズートピア 2V5、興行収入107億円突破。そしてね、国宝も相変わらずすごいですね。興行収入188億円と。で、この下にあるんですが、こちらですね。1位ズートピア2、そして3位がアバターファイア&アッシュと。その下国宝ですね。じゃあなんでね、中国でここまで好調なのか。ここにね、オピニオン記事というのが出ておりまして。ズートピア2はいかにして中国のアニメーションブームに乗り成功を収めたのか。11月26日の公開以降、ズートピア2は中国の興行記録を次々と塗り替えてきた。公開初週にはアベンジャーズエンドゲームが打ち立てた外国映画の1日の興行記録を更新。公開から1ヶ月が経過した時点で2025年における最も多く見られた外国映画としての地位を確立した。特筆すべき点として、本作の中国での興行収入は北米の2倍に達しており、世界興行全体のおよそ半分を占めている。これちょっと後ほど詳しく見ますね。なぜこれほどまでに驚異的な成功を収めたのか。中国の観客は突然ハリウッド映画への食欲を取り戻したのだろうか。必ずしもそうではない。1ヶ月後に公開された同じく大作で VFX 重視のハリウッドフランチャイズ映画アバターファイア&アッシュはほとんど話題にならなかった。私の見解では中国の観客がズートピア2を好んだ理由はハリウッド大作であることよりもそのジャンルアニメーションにあると思っている。近年中国ではアニメ映画が期待を繰り返し上回る成績を収めている。いい例が今年初めに全国的なブームを巻き起こし154億元、これ約21億ドルですを稼ぎ出したナタ2だ。ということでね、この先にもいろいろね、書かれているんですが、つまりはね、みんながハリウッド映画を見に行くようになったわけではなく、中国に現在ね、非常に大きなアニメブームが来ているんだと、このようなことを言っているんですね。で、一部の批評家はこの中国のアニメブームを1980年代のね、日本のアニメブームと重ねて見ているんだけども、このズートピア2に関しては、その掲げているスローガンがね、現在の中国の状況にマッチして、それが拍車をかけたんじゃないかと。で、現在ですね、こちらロッテントマト、こちらオールクリティクスが 91%、ベリファイドオーディエンス 96%、オールオーディエンスが 94% ということで、全てがね、90% を上回るということで、もうこれはね、本当の高評価と言って差し支えないんじゃないかなと思います。もうほとんどの人が楽しんでいるということですね。そしてこちらね、現在の興行収入見てみましょう。すごいことになってます。ドメスティック国内が3億6700万ドル、インターナショナル海外が12億2000万ドル、そしてワールドワイドですね。その合計が15億9000万ドルということで、約16億ドル。現時点でね、稼いでいると。でね、その着地になるんですが、ここにね、書かれています。全世界で18から20億ドルに達すると見込まれているということで、このね、ズートピア2、すごいですね。もうここに来て、インサイドヘッド2も抜き、ハリウッド史上最も興行収入の高いアニメになると、こういった状況になっています。で、先ほどもね、記事中に触れられていましたが、一応ね、このチャンネル的な視点を改めてね、ご提供しておきますと、このね、ズートピア2の興行収入なんですが、国内と海外の比率、これね、海外が非常に高いんですね。ちょっと高すぎるぐらい。全体から見ると、アメリカ国内の興行収入は 23% にしか過ぎません。
そして77% を占めているこちらのインターナショナルの成績は、その約半分が中国からのものになっていると。これすごい話でしょ。でね、以前もお伝えしました。通常ですね、この興行収入というのは映画館とスタジオで折半になるというのが通例なんですが、対中国の場合は事情が全く変わります。中国の場合はですね、もろもろ引かれてね、大体最終的にはスタジオの取り分がたったの2割しかないと、このように言われておりますので、このね、額面から受ける印象ほどは、このズートピア、ディズニーは設けられていないということです。ちょっとね、このチャンネルご覧になってる皆さんは、ここだけ頭に入れておくといいんじゃないかなと思います。なので、先ほどありましたが、大体ね、最終地点が18から20億ドルぐらいになるんじゃないかと言われているので、もしこれをですね、本当にスタジオと劇場の取り分、折半という計算式に落とし込みますと、事実上はね、このくらいの数字に収まるというような形で捉えておいていいんじゃないかなと思います。これでも十分すごいですけどね。なので、これ以上の数字はですね、数字だけ。当然ね、これスタジオ分かっててやっているんでしょうけども、そのあたりはね、中国市場というのは数字を大きく見せるための市場なんだと、マーケティングの一環なんだと割り切っているとは思いますが、このように思っておくといいんじゃないかなと思います。はい、ということで本日はですね、実写版塔の上のラプンツェルのキャスティングが発表。さらにはズートピア2の興行収入が爆発しているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。いやー、ついにね、決定したという感じですね。プクタ的にはね、以前も言いましたが、ラプンツェルほんと大好きなんで、当然ね、これ実写化されれば行きますよ。今回ですね、あまりにもひどいというようなキャスティングにはならなかったんで、ほっとしましたね。だから、あとはほんとね、マザーゴーデル、ここが誰になるのかっていうのが大きいんじゃないかなと思いますね。で、やっぱりね、ラプンツェルの魅力、プクタ的にはですよ、このラプンツェルのキャラクターなんですよね。やっぱりオリジナルではね、マンディ・ムーアがこれを見事に演じていたわけですが、歌も素晴らしかったですよね。だからここが再現できるのかどうか、アニメ版ではね、外の世界を知らずに出た時にね、もうこれでもかというぐらい戸惑いまくるというシーンが非常に面白かったんですが、あの辺を再現できるのかどうかとか、すごい気になるところではありますね。あとズートピアに関しましては、すごいですね。ここに来て、ハリウッド史上最高のアニメ作品になるということで、どうですか皆さん、見ましたか？もしかしたら今週末見ますか？プクタ的にはね、プクタの最推しがね、羊のベルウェザーなんですよ。これね、ベルウェザー副市長。もうこのキャラクターがプクタ大好きでして、2でもね、ちょっとは出てくるんですが、もうちょっとスクリーンタイム欲しかったですね。個人的には。ここがちょっと不満でしたね。もっともっとベルウェザーを出してほしい。で、今ね、ユニクロで、これ、ズートピアやってるんですよ。これ見てください、ほら。可愛いでしょ、これ。ね。この絵柄とかすごい良かったですよ。色もいいですが、ちょっとね、レトロチックな感じになってたりして、すごい良くて、ユニクロに行ってね、探しましたよ、ベルウェザーを。少しでも書かれてるものがないかと思って探しましたけどね、ないんですよ。何ですかこれ？羊差別ですか？ぜひね、ベルウェザーとフィニックのファンの方がいらっしゃいましたら、コメントで教えてくださいね。今後ね、このズートピア2を抜くのが、どの作品になるのか、もしかしたらね、ズートピア3なのかもしれませんが、絶対あるでしょ。もう本当にね、記録的な作品になっておりますので、ぜひね、この公開中に劇場でご覧になっておくといいかもしれませんね。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。